女の子になってもいいですか？女の子用の下着つけてるの？トイレどこにあるの？女の子に対するわいせつ目的なんだなっていうのは察しがつきますよね。学校帰り、住所どこ？僕は不審者だよ。で、僕は不審者だよってこれ冗談で言ってるのかもしれないけども、そういうことを言うのは普通じゃないですからね。いや、気持ち悪いですね、とても。今回警視庁の管轄で発生した犯罪事案について見ていきたいと思います。はい。2026年4月、警視庁管内で発生した犯罪事案は164件に上りました。ひったくりや強盗、公然わいせつなど内容は多岐にわたりますが、実際の事例を見ながら吉川さんの見解や対策を伺い、視聴者の皆さんに注意を促していければと思っています。はい。いろいろな事件があって、はい。本当に皆さんにとって初めてのことね、一般の方からしたら、でも警察官をやってる者からすると、あ、これって起こるべきところで起きてるってこともあるので、でそういうことをちょっと皆さんに身につけてほしいなと思いますね。はい。特に多いなと感じたのは子どもへの声かけや女性への事案でした。確かによく見るニュースとかではやっぱ子どもとか、女性とかが狙われるイメージは強いですね。なんていうんですかね、それを決めつけるわけにいかないんですけども、子どもに対してとかそういう犯罪というのは、その犯罪を犯す側の者が子どもだから言えるんだとか、子どもだから言うんだっていう、そういう事件が多い。ですからその弱者の犯罪者という表現はちょっとあまり聞かないかもしれないけど、気の弱い、犯罪者がこのような事件を起こしたんです。で、子どもだったら大丈夫だろうという。でもじゃあそれを防ぐためにどうしたらいいのかって言ったら、何らかの形で110番なり、世の中に知らしめるという、それが必要です。で、私が住んでいる地域でも埼玉県警の警察のメールが出てくるんですね。そうするとね、連日のように同じ場所で同じような事件が起きているパターンがありますね。そういうことによって気をつけて周りの人たちに話をしていくというのが必要だと思います。それでは具体的な事案を見ていきたいと思います。まず子どもへ声かけのケースで、2026年4月2日木曜日午後3時20分ごろ、世田谷区船橋1丁目4番の公園内で小学生女の子が遊んでいたところ、男に声をかけられました。で、声かけ等の内容が、女の子になってもいいですか？女の子用の下着つけてるの？トイレどこにあるの？という。で、不審者の特徴が20歳、身長が170センチメートルくらい痩せ型、黒色センター分けで黒色ジャケット、黒色ズボンの男。ちょっと不審者の特徴が怪しすぎますね。ですね、この今大人がね見て、例えば声かけなどの内容についていくつか3つぐらい例が出ていますけども、これ、なかなか分かりづらい声かけでもあると思うね。分かります。でも、これをよくこういうことで僕らが今見て文字を見て確認をして、そしてこれってその女性に対する女の子に対するわいせつ目的なんだなっていうのは察しがつきますよね。そういうことで、子どもに対してよく指導していくっていう必要があると思います。本当に多いんですよね。だから難しい部分があるんです。例えば子どもに声をかけたからそれがイコールこれ犯罪の前兆だということは言い切れない。例えば大人だから子どもに対して注意を喚起する意味で声をかけるパターンもあると思うんですね。そこのところの見極めとか、それが難しいかもしれない。ですからもうざっくりとですね、親は子どもに対して知らない人に声かけられても近づかないようにしなさい、そういう答えのがいいです。やたら細かいことを注意してしまうと、例えば僕がよく言ってるのは一番いい例が詐欺ですね。詐欺で、オレオレ詐欺とかいろんな詐欺出てますね。それをあんまり細かいことを言ってしまうと難しくてついていけないです。ですから人に騙されないようにお金の話をされた時はやめなさいとか、貯金の話を聞かれたらやめなさいとか、そういう指導の方がいいと思います。どうしても話す側
私たちのようなものが、はい、俺はこれだけの知識を持ってるんだってことで話してしまう、はい、そうするとあまりにも幅が広くなりすぎて、はい、だから要は変な声かけには騙されないでくださいっていう言葉でいいんですよ。だからこの子供に対してもね、大人から、無用にいろいろと声をかけられた時には、気をつけてその場を離れなさいっていう指導がいいと思います。そうですね、なんかすごい気になったのが、結構言ってる内容が変というか、女の子になってもいいですかって、普通の私の年からしたら何を言っているんだみたいな感じですけど、子供から聞こえたら、そんな深く考えられない。いや、そうですね。その前に何だろうと思って、何だろうと思って聞き入っちゃったりするから、ですから声をかけられたら逃げなさいということ。どんな内容でも、とりあえず自分を守るために、その場を離れなさいという。あとやっぱりこの特徴、この黒色ジャケット、黒色ズボンって、私やっぱ黒い服を着てるとちょっと怪しいっていう。俺も怪しいぞ。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。基本黒色服をそれをね、僕も思ってるんですよ。例えば事件がありました。逃走した犯人は年齢が30歳から40歳、身長が173センチ、痩せ型、で黒のパーカーに黒のズボン流れますよね。それちょっと当たり前すぎるんだよね。でもどうしても黒のものというのは確かに深夜夜間、黒の人で歩いてると目立ちにくいというのがあるんですね。それで着てるものもいますね。ですから、この特徴というのは捕まえる側に立った時には必要な特徴です。でも気をつける側のもの、被害者となりうる人たちについてはこのような特徴よりも、でも男の人に気をつけなさいっていうことの方がいいと思う。あまりにもね、今ね、どうしてもね、難しく言い過ぎてる部分があると思う。難しく言って細かく呼びかけなければいけないんだっていう気持ち、そのことで細かいこと言ってくるんです。だから細かいこといらない。20歳ぐらいの男の人らしいよ、気をつけなさいっていう方が一番いいと思う。そうですね。確かに。なんか私はよく小学校の時はその防犯ブザーがもうみんなつけてたので、男の子も女の子も全員。なんか実際使ったことはないですけど、やっぱりもう防犯ブザーマストで持ってた方がいいと思います。僕は防犯ブザーを持つことは本当にいいと思います。それで、まずそれで一つ言えることは、いたずらしないでねってことね。やたらと鳴らしすぎてしまう。それいわゆる狼少年の話がご存知ですか。そうにしてると、だんだんその防犯ブザーの効果が非常に薄れていってしまうことがあるね。ですから、でも防犯ブザーは本当にあれ比較的安値で購入できる防犯システムアイテムなんですよ。これはいいと思います。なるほど。それをいろんな使い方、あれ防犯ブザーでね、紐がついてるんですね。紐を片側にバッグのどっかに結びつけておいて、簡単に抜いて音が出るようにする。そうですね。こう引っ張ってランドセルのところにつけてたので。で、必要なこと、大事なことはまずいたずらしないってさっきも言いましたけど、そうすると鳴らす時にためらわないという。今鳴らしたらこれはちょっと、もしあの人が普通の人だったら迷惑かかっちゃうのとか思ってしまうんですね。僕もいろんなところでこう事件があって現場に行って聞き込みをしてるとね、いや犯人かどうかわかんないんですけどお話ししたいと思ってきたんですけど、でも犯人じゃないかもしれないって言ってる人がいたんです。つい最近言いました。でもそれもそうなんですけど、とにかく何でもためらわないということ。話すことはただですから。でしっかり話すということが必要です。確かに。なんか私思うんですけど、子供も気をつけた方がいいんですけど、やっぱ大人もあんまりむやみに声かけなくてもいいんじゃないかなって思ったりもするんですよね。子供に対して可愛かったりもするけど、なんかそこ本当に難しいよね。でもね、私は思ってしまう。声かけをするということは防犯の入り口でもあるんですね。なるほど。ですから気をつけなさいよっていう声もかけるだろうし、ですからそこを一概にはね、声かける人に対して言えないけど、でも無用な声かけはやめた方がいいですよね。守るのは大事です。守るのは大事です。守りも必要ですね。そうです。だから声かけというのは僕それ今でも実践してるんですよ。家の近くで歩いていてちょっと見ないなって、僕がもともとそんなにそこに
前から住んでたわけじゃないんで逆に見ない人の方が多いんだけど、声か必ず「何してんですか？なんか探してる？」とかって声かけてる。そういうのはね非常に防犯に対して非常に効果的なんです。それによって向こうが慌てる人いますよ。僕が声かけても「いやいやすみませんちょっとだけ人を探してるんですけど」っていうか言う人もいます。そうするとそこで聞いて何丁目何番何号何とかさん「ああ分かったじゃあ一緒に行こう」ってついてったりとかね、そういうこともやるんです。なるほど。でもう一個事例がありまして、今度がまた同じなんですけど、2026年の4月20日月曜日午後6時頃ですね、中野区の新井5丁目21番の路上で小学生女の子が下校途中男に声をかけられました。声かけ等の内容が学校帰り、住所どこ、僕は不審者だよ。不審者の特徴は、年齢が60歳くらいで体格が中肉で黒髪短髪で茶色いパーカー、眼鏡を着用していたそうですね。はい、このね質問の内容ね、声かける内容ね、はい、学校帰り、まあそこは100歩譲っていいでしょう。はい、住所はどこっていう聞き方っていうのはこれはダメですね。答えちゃいけない。もう怪しいですね。はい。で僕は不審者だってこれ冗談で言ってるのかもしれないけども、こういうこと言うのは普通じゃないですからね。いや気持ち悪いですね、はい、とても。だからもうここも結局さっきの話と一緒なんです。こういう声かけされたら無視していってしまう。そうですね。でそこで、言ってしまいなさいって言っていますけども、それを言われた人としては無視したらなんか攻撃されるんじゃないかって怖いって言うと思う、思いますね。でも、はい、その場で、少し離れることによってね、人の助けを求められますから、無視をするのが一番だと思います。無視をしてでもあんまり攻撃性もちょっと難しいですけど、でその時ね、はい、そう言葉遣いですよね。はい。うるせえなじじいとかって言ったらちょっとねこれまずい、相手をね刺激しちゃうからね。そうですね。すみません、はい、ごめんなさいちょっと急いでるんでっていう言い方が一番柔らかい感じで、はいはい、避けていく。はい、そう確かに。この人も僕は不審者だよって自分で言ってるんで、もう逮捕できないんですか？できないです。ダメなんですか？絶対できないです。なんで？不審者だよ。じゃあもっと言うならば、はい、ある人がああいうで僕今人を殺してしまった、殺してきましたで逮捕できないです。はい。でも不審者だよってなって不審な行動をしてたらできないですか？でもそれの逮捕はできないです。はい。ちょっと女子児童を取り上げてたんですけど、実は男子児童への声かけも多いみたいでして、はい、なんかこう女の子が多いイメージはありますけど、なんか別に女の子だからターゲットされてるわけではなく、やっぱりこう男の子も気をつけないといけないみたいな。今ね多いのは男性がよく学校の中で自分の生徒男子学生にいたずらしたっていう男子教諭が逮捕されたり事件が多いですよね。多いですね。ですから一概に言えないですね。はい、僕中学高校と同じところに通っていたんですけど、その電車の中にとあるその大阪芸人さんの顔にそっくりな男性がいて、はい、でうちの高校の僕男子校だったんで生徒ばっかりを狙う時間があります。ですから一概には言えない。ただどうしても絶対数として女の子が被害に遭うとか声をかけられるとか事案に出てくるというのは非常に多くなっています。でもそのような形でどんな人でも被害に遭うんだよということが言えると思います。女性でねよく僕よく聞いていて聞き捨てならないなというか、なんでそんなこと言うんだっていうのが、例えば40代50代の女性の方、私なんかそんな被害に遭うわけないじゃないいう人本当圧倒的に多いのよ。でもそんなことないですよってことは、まさか自分に起きるわけはない。はい、そういうことがきっかけで事件の被害になってしまうことも多いです。うちなんか泥棒なんか入るわけないのよ、で入られてしまうこと。そうですね。ですからいつも常にどんなことでも自分の身にも襲いかかってくる可能性があるんだという認識を持つこと。そんなにビクビクした生活をしなきゃいけないというわけではないです。そうなってもいけないんですけども、ある程度どんなことでも自分のところにも起きうるんだという、そこだけは認識した方がいい。